こんにちは、ユニコーン株式会社広報担当のタイです。はい、ユニコーンブランドさんメーカーさん向けの事業責任者してます前田です。はい、このチャンネルでは広告配信プラットフォームユニコーンの知見を生かし、さまざまなデジタルマーケティングに関わる情報をご紹介していければと思います。今日のテーマはウォールドガーデンとオープンインターネット、今求められる広告主のブランドセーフティーということで、はい、今日はこちらのノートを中心にノートをベースにお話ししていければと思ってます。はい、はい、まず最初になんですが、ウォールドガーデンとオープンインターネットって多分、私たちアドテク業界しか聞かないような言葉だと思うんですが、いや本当ご紹介いただいていいですか。業界っていろいろ呼び方変わったりとかね、大変なんですよね。難しいですよね。覚えられないです本当に。オールドガーデンっていうのはもともとこれウォールドじゃなくてオールドって思ってる人とかもいて、オールドメディアのオールドと思ってる人もいるんですけど、実はこれ閉ざされたところっていうところでいわゆる、壁に囲まれた庭園で、これはこうメガプラットフォームとかっていう方が僕らはもともとねずっと呼んでたりするから、馴染みがあるんですけど、その、外資系の大手メディアプラットフォーム、とかのことを指すんですよね。巨大 IT 企業の自社のプラットフォームね、それがオールドガーデンで、でオープンインターネットの方はこうその名の通りこう開かれたネット空間というところで、オールドガーデン以外のことをオープンインターネットとか、あとはオープンウェブっていう方とかもいたり、それはちょっとそれぞれなんですけど、今はオールドガーデンオープンインターネットって呼ぶことが多いですね。でオープンインターネットの方はそのいわゆるウェブサイトとかアプリとか、いろんなオンライン上のコンテンツありますが、ごめんね、メガプラットフォームって何回も言っちゃうんだけどメガプラットフォームのその SNS とか、Google とかね、そういったもの以外のウェブサイトアプリメディアのことを全てをオープンインターネットって呼びますね。なるほど。はい。で今多くの広告主が、先ほど言ったその、メガプラットフォームウォールドガーデンの方に結構広告費を投下しているっていうところがあるかなと思うんですが、実際のユーザーが実際どういったところに可処分時間を投資しているかっていうところとちょっと乖離があるっていうことなんですかね、こちらは。でこれは日本の場合の話なんですけど、オープンインターネットのコンテンツ利用を、ユーザーは、全部の起きてる時間の中の6割ぐらい費やしてるって言われてて、で4割がいわゆる SNS とか、オールドガーデンのコンテンツを使ってますと。でそれに対して実際に広告費を、オールドガーデンとオープンインターネットで分けてみたときに、オープンインターネットは2割、で8割をオールドガーデン使うっていう、こんな構図になってるんですね。でこれって結構グローバル全体でも課題とずっと言われてて、海外とかだと、先ほどのこのグラフの下の方ですね、オープンインターネットには2割しか予算かけませんっていうのをもっと増やすべきだっていうところで、いろんな大手代理店とか経営目標に入れてたりとか、するぐらい、なんですけど、日本はまだこういう2対8っていう状態になってるんですよね。結構なんで機械損失が生まれちゃってるってことですかね、広告主にとっては。ちょっともったいないですよね。でこれ実際にユニコーンが実施した、インクリメンタルリーチの調査結果もあると思うんですが、こちらはどういった調査になりますか。これらはですね、その各 SNS とか、オールドガーデンのプラットフォームのリーチ数に対して、ユニコーンは基本オープンインターネットのメディアコンテンツに配信しているので、それぞれのユーザーの重複がどれぐらいあるかっていうところを、表現した図になってます。で、SNS のアプリ A、B、C っていうふうに書いてるんですが、それらのユーザー数を当然オープンインターネットは超えるので、SNS だけでは捉えられないユーザーにもちゃんとリーチすべきですよね。そこら辺をちょっとご説明するための
ものですね。なるほど、なんで、多くのユーザーは、結構オープンインターネットも使っているし、リーチのこういった調査してみた結果で見ても、ウォールドガーデン以外のところをしっかり見てるユーザーもこんだけいるっていう状態で、でも多くの広告主は結構そのウォールドガーデンに広告費を投下しちゃってるっていうような、問題があるかなと思います。で、結構やっぱ広告主さんなんでそういうメガプラットフォームウォールドガーデンの方に広告費を投下しちゃうっていうところの理由とかって何かお聞きしてる部分ありますか？実際に。これちょっとあんまり語れないですね。語れないですか？ありがとうございます。いろいろあるかなと思うんですが、やっぱり SNS って多くの人が利用されてるので、そのマーケターの方たちとかも、あとは決済者の方たちとかもみんな知ってるんですよね。で、知ってる場所に広告を出すか出さないかっていう判断ってできるじゃないですか。だけどオープンインターネットっていうといろんなウェブサイトがあったりいろんなアプリがあって、で知らない場所に広告費を出すか出さないかの判断ってちょっと難しいですよね。確かに、だここがやっぱり判断のしやすいものから優先的に選んでいくというところと、あとはもう一つの理由はずっと長く使ってるものってやっぱりその業務の効率化が進んでたりとか、社内の理解とか関係者の理解含めてうまくいってる部分もあると思うんですよね。やっぱり長くやることによって広告の効果も前よりは良くなって改善をしていくと思うので PDCA 回せますから、そういったところをやっぱり変えにくいのは実際自分も逆の立場だったら変えにくいだろうなっていうふうには思いますね。なるほど。なんでオープンインターネットに出すってなるときにどういったどこに出るのかちょっと分かんないなとか、どういうふうにPDCA 回していったらいいのか分かんないなみたいな、ちょっとそういう不安があるのかなと思ってます。そうですね。ただウォールドガーデンに関してもちょっと最近ニュースとかにもなってますが、詐欺広告がちょっと出ちゃったりとか、そういった部分もいろいろあるかなと思うので、ちょっと今回はオープンインターネットの方でじゃあどうやってそういう安心安全にブランドセーフティーを担保して配信していけるかっていうところをちょっとここからご紹介できればと思ってます。ここは過去にもいろんなノートとかでもまとめたりとかしてるんですが、基本的には3つありまして、1つはそのメディアですね。でメディアに関しては例えば違法コンテンツの、ダウンロードができるものとか、あとは、ここにも書いてますけどテロ組織とかね、ちょっと広告配信するにはふさわしくないようなメディアをまず配信としては除外するっていうところが、一つあります。でもう一つが、ページのコンテンツのところですね。でここに関してはユニコーンの方で、コンテキストターゲティングでターゲティングにも使うんですけどメディアのコンテンツブロックにも使えるんですね。なんで公序良俗に反すような、ここの今イメージ図にあるようなキーワードが含まれてたら配信をしないようにするとかですね、そういったようなことで制御しているというような形です。で3つ目に関しては広告枠のところで、これ広告枠ってどういうことかというと、広告を配信してもいいっていうメディア、コンテンツであっても広告の出方がもう簡単に言うと鬱陶しい邪魔な出方をしてると、ブランド基礎になるところがあるので、ごクリックを誘発したりとかすごいコンテンツを見るのに邪魔になったり何重にも×を押せなくなってるとか、そういった広告枠とかも排除して配信をするっていうことをユニコーンとしては取り組んでますね。ありがとうございます。こういったところをいろいろちゃんとしっかりやっていくことで、オープンインターネットであってもちゃんと安心安全な効果の高いところに配信できるっていうところですかね。ありがとうございます。こちら別の記事でじゃあオープンインターネット活用するときにどういうデジタル広告戦略があるのかみたいな具体的なちょっと配信手法みたいなところも紹介している記事があるので、よければこちらもご覧いただければと思います。他なんか言い残したことあります？
いや、やっぱりオールドガーデンメガプラットフォームって言っちゃうし、はい、オープンインターネットオープンウェブってまだいまだに言っちゃったりするんで、混在してますね。私も分かんなくなります、たまに。これがこれを乗り遅れるとジェネレーションギャップとかにつながるんだなと思って確かに頑張ってついていこうかなと思います。はい、新しい言葉に敏感にすぐ変わるからね、はい、同じ話がね。そうですね。はい、今日は、ウォールドガーデンとオープンインターネットの話をちょっとさせていただきました。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。